はようございます。クレヨンです。目覚まし時計を止めて、眠い目をこすりながら窓の外を見ると、昨日までの雲はすっかりなくなり良い天気。前日見られなかった景色を見ようと、不動沢橋へ車を走らせます。ふもとには、見事な雲海が広がっていました。まだ薄い光にぼんやり照らされる雲海は、とても幻想的で素敵な景色。岩肌がむき出しの赤い山からは、今日も猛々しく煙が上がっています。地平線あたりは雲があるので、朝日はまだ顔を出していませんが、雲の上の方がだいぶ輝いてきているので、日が差し込むまでは時間の問題ですね。この辺りの鮮やかな紅葉と白い岩肌のコントラストも美しい。左には色づく紅葉、右には一面に広がる雲海と、今日は朝から最高の景色、楽しくて自然と笑みがこぼれます。不動沢橋に到着する前に、撮影できそうなところで一旦停車しました。白く広がる雲海と、白く霞んで見えるその先の山々。色もなく、濃淡で形作られるその景色は、水墨画のような印象です。いよいよ雲の上に日も出てきたので、先を急ぎます。朝日が木々を照らすと、紅葉がより一層鮮やかに。山一面がパッチワークのように、色とりどりに彩られて本当に綺麗。
不動沢橋に到着しました。今日はしっかり見えていますね。まずは、橋の上からの景色を眺めに行きます。素晴らしいですね。あのまま諦めずにもう一度見に来てよかったです。前日とは見ている時間帯が違うので、見え方は違うと思いますが満足です。この時間は朝日が横から当たるので、木々の陰影がはっきりした表情ですね。立体感のある景色がとても素敵なんですが、撮影が難しくていつも四苦八苦します。綺麗に澄み渡った空と、色鮮やかな紅葉の組み合わせ。眼前にダイナミックに広がるこの景色が、たっぷりと秋を感じさせてくれて、じんわりと幸せが染みてきます。続いて橋を望むポジションへ移動しました。前日のこの景色とは、スケール感が天地の差です。前日の幻想的な景色も素敵ですが、やっぱりこの景色も見たかったので、見られて本当に嬉しいです。この、橋越しの雲海の景色も、奥行きを感じる素敵な景色で、しばらく眺めてしまいました。ひとしきり景色を眺めたら、お腹が空いてきたので朝食にします。前日買っておいた、味噌パンと、しみ店の、福島名物が朝食のメニューです。味噌パンとは、約40年前誕生の福島発、無添加の和風パンで、優しい甘さと独特の風味が特徴です。しみ店とは、氷点下で凍らせ自然乾燥したしみ餅を、ドーナツ生地で包み上げた福島発祥の和洋菓子。独特の食感と風味が楽しめます。しみ店は袋に電子レンジの推奨時間が書いてありました。中身の具材によって推奨時間が違うみたいです。電子レンジで温めの簡単調理が終わったら、同時に買った酪王カフェオレも並べて、福島名物朝食セットを。いただきます。顔を上げるとこんな素敵な景色、ロケーションも最高です。まずは、しみ店から。この時は、あんことノーマルを食べましたが、ドーナツのような少し甘めでサクサクの生地に、中に入っているもっちりしみ餅の弾力と風味が、最高に美味しい。あんこも程よい甘さで朝食にぴったりです。味噌パンは、味噌の風味が程よく感じられる、蒸しパンといった感じで、素朴な甘じょっぱさが癖になる一品。こちらも軽く食べられて朝食にはもってこいですね。朝食を食べてお腹も満足。不動沢橋の景色も堪能したので、続いての目的地、中津川渓谷へ移動します。中津川渓谷までは
山道を約41キロほどになります。太陽もすっかり顔を出し、前日とは打って変わって晴天のドライブ。景色の良さそうな場所は寄り道しながら、のんびりと進んでいきたいと思います。日の光をたっぷり浴びて、より鮮やかに輝く紅葉が本当に綺麗。この辺りの色づきなんかも本当に見事で、惚れ惚れする景色が連続しています。天狗の庭というポイントで泊まれそうなので、車を降りてみてみます。これまた素晴らしい景色ですね。天狗が飛び回っていたという伝説から、その名前が付けられた場所のようです。広大なパッチワークの絨毯が広がっています。車に戻り、出発です。ここからまず浄土平まで戻る道のり、前日、今朝と通った道ですが、日の当たり方が違うと、また別の表情が現れます。おかげで景色に飽きることなく、ドライブを楽しめました。浄土平駐車場を横目に通過。そのまま、磐梯吾妻スカイラインを先に進んでいきます。次に立ち寄ったのが、天風峡というポイント。こちらも見晴らしが良いです。磐梯吾妻スカイラインは初めて来たのですが、本当に景色が良いポイントが多いですね。人気観光地になるのも頷けます。今回立ち寄らずに通過してしまった景色が良さそうなポイントもたくさん。磐梯吾妻スカイラインだけをゆっくり楽しむ、そんな旅でも十分楽しめそうな気がします。中津川渓谷レストハウスに到着しました。中津川渓谷までは、こちらの駐車場から遊歩道を歩いて約400メートルくらい。距離は短いですが、アップダウンが多めで滑りやすいので、しっかりした靴で行くことをお勧めします。熊の目撃情報もしっかり出ているので、熊対策も必須ですね。遊歩道は森の中に作られていました。この辺りの色づきはまだこれからでしょうか。まだまだ鮮やかな緑の葉が多い印象です。
先に進むと所々に赤く色づく木々が目につくようになります。しばらく進むと下に川が見えてきました。渓谷に降りる最後の部分は結構な急斜面、ロープを伝って降りる感じでした。上からでもわかるほど透き通った綺麗な川です。早速河原に降りてみます。紅葉真っ盛りとまではいきませんが、日の差し込み具合もよくとても綺麗。川のせせらぎと澄んだ空気に癒される、とても気持ちの良い空間です。そして風に舞う落ち葉が何とも素敵。続いて橋の上から渓谷を眺めようと、少し道を戻ってから、橋に向かう遊歩道へ向かいます。すでにここの時点で良い景色の予感がするので、ワクワクしながら橋の中ほどに向かいます。深く落ち込んだ渓谷とそこに流れる川、青い空には輝く太陽と白い雲、そして遠くに見える雄大な山。自然が作った美しさがそこにはありました。橋の反対側はまた違った雰囲気の景色。紅葉最盛期はさらに美しくなるんでしょうね。中津川橋からの眺めを見終えたら、戻る道でも景色をカメラに収めつつ、車に戻ります。時間はお昼近く。お腹も空いてきたので、キャンプ場へ行く途中で昼食をとろうと。第一ゴールドハウス目黒というお店に向かいます。途中の景色も楽しみつつドライブ。こちらは秋元湖展望所。
連なる山の奥行きのある景色が素晴らしい。秋元湖もキラキラして綺麗です。第一ゴールドハウス目黒に到着しました。学校の遠足でしょうか。観光バスがずらりと止まっています。2階の食堂に上がってくると、食券の券売機があります。昼食のお目当てはこちら。会津名物のソースカツ丼をいただきます。食券を渡して先にお水をチャージ。窓際の景色が良い席で待機します。会津ソースカツ丼とは、大正時代から親しまれる会津の庶民の味で、ご飯に千切りキャベツ、ソースに浸したとんかつを乗せた一杯です。空腹が加速するこの美酒と香り。早速いただきます。サックサクの衣が歯触り良くて食感最高です。たっぷりとかかっているソースは甘辛くて濃いめの味付けでご飯が進みます。そして下に敷かれたキャベツも甘みたっぷり、ソースの染みた白飯と最高の組み合わせです。濃いソースは途中で飽きるかなと思いましたが、程よい酸味と辛子が良い仕事をしていて、パクパクと美味しくいただけます。そして隣に添えてあったこの香のもの。こちらがまたなかなか美味しくて感動です。大根の漬物ときゅうりの味噌漬けかな。正解は確認しませんでしたが、箸休めにぴったりの良いお味でした。空腹に任せてあっという間に食べ進め。ごちそうさまでした。1階には売店があったので少し徘徊します。お隣の桧原湖では巣釣りが盛んなようで、釣り具もいろいろ売っていました。最後に桧原湖の景色を楽しんで、本日の宿泊地、磐梯高原曽原湖キャンプ場へ向かいます。